この動画はラムシードの提供でお送りします。こんにちは。今日はこちらの化け物級 500W の USB 充電器を分解レビューしていきます。充電器業界では 60W とか 100W の充電器が多い中、ユーグリーンはまさに規格外と言っても良い 500W の USB 充電器を出してきました。果たして性能や内部の構造はどのようになっているのかを検証していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。今日はラムシードが手掛ける面白いメモリデバイスを紹介します。ラムシードはかつて富士通グループに属していた会社で、今年1月に社名をラムシードへ変更しました。現在はこれから紹介する半導体メモリデバイスを開発・販売しています。そのメモリというのがこちら FERAM です。こちらのデモは FERAM とロータリーエンコーダーを組み合わせたものです。ここに FERAM に記録された回転数と回転角が表示されていますね。このつまみを回すと数字が増えます。さて、ここで問題です。電源を抜いたままつまみを回したらどうなるでしょうか？電源を抜いてつまみを回して再度電源を入れます。そうしますと、なんと回転数がしっかりと加算されています。実はこのデモは FERAM のすごいポイントである高速書き込み、低消費電力、不揮発性、高書き換え体制を一度に見るものだったんです。ここで重要なのは指で回すくらいの非常に小さな電力で FERAM は動作可能で、さらに書き込みが早いので電源が落ちるギリギリ直前のデータも FERAM へ書き込みできることです。フラッシュメモリーや EEPROM ではこうはいきません。例えばラムシードの FERAM をロボットのロータリーエンコーダーに入れておけば、停電した後にモーターがどれくらい回ってしまったのかを記録できます。そして今回はラムシードとイチケンのコラボ記念で FERAM のサンプルキットとイチケンが着ているラムシード T シャツをセットで限定10名様にプレゼントします。応募方法については概要欄のリンクから確認お願いします。ぜひチャレンジしてみてください。まずは外観を見ていきます。一言で言うとでかいですね。通常の USB 充電器がこのサイズなんですけども、それと比べるとこの USB 充電器がどれほど大きいかというのがよくわかるかと思います。重さは 1595g。ケーブルは外付けとなっていて、これも合わせると 1854g です。なので小型の充電器のように持ち運びするようなものではなくて、基本は会議室の机とか自分のデスクの上に常時置いておくような使い方を想定しているかと思います。ユーグリーン実は前にも 300W というかなり大電力の USB 充電器を出してきていました。今回の 500W 版はその上位モデル扱いかと思います。この USB 充電器の一番の特徴は全ポート合わせて 500W での給電が可能で、さらに一番上のポートは他のポートの使用状況に関わらず常時 240W を出力可能であることです。実際に USB PD トリガーを挿してみると、このように USB PD の Extended Power Range EPR の 48V まで出力可能となっています。市販の USB 充電器ですと 28V5A の 140W を出すものはたくさんあるのですが、それ以上の電圧である 36V や 48V を出せるものはほとんどありません。このような単ポートでの 240W 給電や、そもそもマルチポート充電器であるなど、そのような仕様を考えるとかなり挑戦的な製品かと思います。この USB 充電器のマルチポート使用時の電力の振り分けは付属の取扱説明書に書いてありますが、簡単に説明すると USB-C の C2 から C5 についてはそれぞれ最大 100W の出力となっています。ただし使用状況によって出力電力が変わるようで 100W を出せるのはこの4つのうちの2ポート同時までです。3ポートを同時で使っていると 100W、100W、60W か 100W、60W、60W。4ポートを同時に使っているとすべて 60W まで出力可能電力は落ちてしまいます。なので消費電力が 60W 以上のノートパソコンなんかを充電するときは要注意ですね。常時 100W で給電できるのは C1 一つと C2 から C5 のどれか2つを合わせた3ポートのみです。一番下にある USB-A については最大 20W 出力となっています。最近はあまり使わないですけどね。使用感についてはよくある一般的な充電器です。特にレビューすることもないかと思います。使用中に空いているポートに接続しても、すでに接続している他のポートの給電が止まるといったことは起きないので、常時給電が必要なものにも安心して使えるかと思います。
この充電器の最大の特徴である 240W 給電なんですけども、現状ですと 240W で給電を受けられるデバイスがほとんどありません。ですので宝の持ち腐れ感が強いんですけども、将来的に対応するデバイスが出てくるかもしれないので、現状は待ちですね。ここからは実際のスペックを表や実験で確認したものを見ていきます。まずはこちらのスペック比較表からです。これは一般的な 45W の USB 充電器との比較です。比べてみると数値の桁が1つ2つ違っていることがわかります。定格電力は11倍、体積は28倍、表面積は11倍、質量は27倍大きくなっています。これを見る限りですと、電力を大きくすると、それ以上に体積や質量が大きくなるようです。これは理由は分かっていて、アンカーの方は単ポート製品であるのに対して、ユーグリーンはマルチポートの製品です。なので内部の回路の方式が違うことや冷却構造の違い、製品自体の重さを支えるために使う部材が多くなることなどが理由として挙げられます。次は性能指標を見ていきます。まずは体積あたりの電力です。この数字が大きくなるほど電源としての性能は高くなります。最近の単ポートの USB 充電器ですと、この数字が1を超えてくるものが多いです。ユーグリーンは 0.45 ですので、体積あたりの電力はそれほど高くないという結果になっています。やはり先ほど挙げた回路や冷却構造、使用している部材なんかが効いているのかと思います。このあたりは後で実際に分解して確かめます。次は表面積あたりの電力損失です。電力損失については前もって測定しました。この数字を見ると USB 充電器の放熱にどれくらい余裕があるのかがわかります。こういった USB 充電器の放熱は自然放熱の空気の対流で行うことがほとんどですので、表面積が広ければ広いほど冷却しやすい構造となります。この冷却に関する性能指標は数字が小さいほど放熱に余裕があるというものです。この数字を見てみると放熱には余裕がありそうな雰囲気ですね。これについても後で実験して確認します。こちらの比較表は下位モデルである 300W 版との比較です。性能指標だけを見てみると体積あたりの電力は低くなっていますね。放熱の指標も小さくなっているので、下位モデルと比べて余裕のある設計になっていそうです。次は電力変換効率の測定を行いました。これはコンセントからの交流電力をどれだけ効率よく USB 充電で使う直流電力に変換できるかを示すものです。効率が高い USB 充電器ほど、この USB 充電器本体で発生する電力損失が小さく、その結果発熱も少なくなります。まずは 240W 単ポートでの測定結果です。横軸は出力電力、縦軸は変換効率です。全体的に効率はかなり高いですね。電力が低い領域では他の充電器同様効率は低くなります。ちなみに出力電力が 70W 以下の領域ですと充電器の内部回路の動作が間欠的になるので効率測定は難しかったです。このグラフ少し見づらいので一般的な充電器で使える 5V から 20V までのグラフとそれより大きいもので分けていきます。まずはこちら 20V までの場合、最高効率は 93.4% でした。USB 充電器としてはなかなか高効率ですね。100W 以下の USB 充電器ですと変換効率は 92% くらいあればかなり優秀な部類です。次はこちら 28V 以上のレンジです。効率はさらに高くなりまして 48V 出力の時に 94.2% となりました。効率としてはかなり高いです。こうなった理由としては、定格電力 500W の電源をその定格の半分くらいのちょうどいいところで使っているからです。こちらは電力損失カーブです。割と直線的に増えていて、240W 出力の時に 15W 程度の電力損失がありました。この結果を見てみると、20V で最大出力の時は電力損失が多くなるようです。これは内部の変換回路が効率よく運転できない条件になっているのかなと思います。次は全ポートを使った時の効率の結果です。こんな感じの実験セットアップでやってます。5ポート分あるので測定は大変でしたね。入力電圧は日本国内で使った時の 100V と海外で使った時を想定して 200V の2パターンで測定しました。やっぱり 200V 入力の方が効率は良くなっていて、全体的に1から 2% 程度高効率になっています。特に 300W 以上の高負荷領域ですとその差がよくわかります。電力損失カーブを見るとさらにわかりやすいです。500W 出力時なんかは 10W 近く差が出ています。
基本的に 200V の方が回路に流れる電流は少なくなりますので、そのあたりが効いているのかなと思います。次はサーモグラフィーを使って本体の温度測定を行いました。最高温度は68度となりました。そこそこ熱くなっています。ただ一つ注意点がありまして、実験を続けていくとこれよりも温度が高くなる条件がありました。それについては後で解説します。よく見てみると内部で発熱している部分の熱が伝わってきて四角形の形ができているのがわかります。熱度分布としてはある部分だけが暖かくなっていて、筐体の隅の部分は温度は低いです。全体的に温度差があるのでうまく熱を拡散できていない印象です。他の USB 充電器の場合ですと温度分布は均一なので設計の問題でしょうね。このあたりも後で分解して確認します。あとは本体のサイズが大きいので熱源から表面までの熱の伝わる経路が長くて思ったよりも冷えにくいというか冷やしにくいんだと思います。次は温度と関連してサーマルスロットリングが起きるかも確認しました。サーマルスロットリングとは USB 充電器が加熱によって壊れるのを防ぐために出力可能な電力を意図的に制限する機能のことです。ユーグリーンはこの機能のことをサーマルガードと呼んでいます。先ほど軽くネタバレしたんですけども、この充電器はサーマルスロットリングをしています。こちらが実験結果です。ちょっと見にくいグラフなんですけども、横軸が実験を開始してからの経過時間、左の縦軸が USB 充電器の温度、一番温度が高くなる部分で測定してます。右の縦軸が USB 充電器の出力電力です。出力電力の初期条件は上から順に240、60、60、60、60、20の合計 500W です。実験結果を見てみると開始直後から 500W の電力を出力しています。それに伴って USB 充電器の内部で電力損失が発生し、それが熱に変わり本体の温度も上昇を始めました。実験開始からまず70分が経過してから第1段階のサーマルスロットリングが起きました。表面温度は約70度です。先ほどのサーモグラフィーで見たものがこの時点の温度です。第1段階の動作としては C2 から C5 の電力を 60W から 45W に低下させるような動作となっています。このため出力電力は 440W に低下しました。そこから20分程度経過後にさらに第2段階のサーマルスロットリングが起きました。この動作としては C1 のポートが 48V 出力から 36V 出力に低下します。これによって出力電力は合計 380W に低下しました。さらに時間が経過して実験開始から180分後に第3段階のサーマルスロットリングが起きました。これは C5 のポートの出力電力が 15W に低下して出力電力の合計は 350W まで低下しています。その後は第2、第3のサーマルスロットリングを繰り返すような動作となりましたので 350W が連続定格電力になるということでしょう。ここからは本編部分である USB 充電器の分解検証に入っていきます。ある程度分解したものを用意しました。こちらです。充電器本体がこの中に入っていて、そして外装のような構成となっています。外装部分のシートはシリコーン系の熱伝導シートのようです。こちらの充電器の胴体部分を一周ぐるっとするように4面に貼り付けられています。割と簡単に剥がすことができますね。かなり柔らかくて、そして脆い素材でできています。見てみた限りですと、外装部分と充電器の間にみっちりと熱伝導系の材料が詰まっているといった感じではなくて、結構隙間がありますね。この辺りは小型の USB 充電器ですと、隙間なくシリコーンポッティング材が充填されているので、大きな違いかと思います。先ほどのサーモグラフィーで熱分布が一様ではなくて温度差があったのがこれが原因です。四角形の形で熱い部分が浮き上がっていましたね。かといって空いている空間に熱伝導度の高いギャップフィラーを入れようとも多分ならないです。熱伝導度の高いギャップフィラーって結構高くて意外とコストがかかってしまいます。製品価格を抑えるためにもこのような設計にしているのかと思います。次は充電器本体を見ていきます。アルミっぽい素材で充電器を一周ぐるっと巻いていますね。板厚は 1mm ぐらいあります。これは回路の放熱と回路から出る放射ノイズを外に出さない役割があります。下モデルの 300W 版ですと真鍮っぽい材料でできていましたが、500W 版は材料を変えたみたいですね。アルミの方が熱をよく伝えますし、導電率も高いので、電磁波シールドとしても優秀な側面があります。
アルミはプリント基板上の回路と電気的に接続されていました。ただ、アルミはハンダ付けできないので、ハンダ付け可能な金属とリベット接合されていて、その金属と回路をハンダ付けでつなげるという結構大変な構造をしています。アルミシールドを取り外しました。下を見てみると、さらに樹脂の板があって、その下に熱伝導のためのシリコーン系ポッティング剤が充填されています。見る限りですと、こちらを上側にして、ここからポッティング剤を流し込んでいるのかと思います。かなりぎっちりと詰まっています。ポッティング剤はこんな感じで、つまむと取れますね。結構ボロボロと取れます。内部の回路を見るために、これを全部剥いていきます。ちなみにサーモグラフィーで見ていた時に、こちらの面のこの辺りが一番発熱していました。この下になんかあるんでしょうね。めちゃくちゃ詰まってますね。熱伝導系の材料をすべて除去しました。ポッティング剤がですね、思ったよりも使われていて、こんな感じで大量のですね、ポッティング剤がこの USB 充電器の中から出てきました。入っていたポッティング剤の質量はどうかというと、677g です。そこへ外装へ貼り付けられていた熱伝導シート4枚の重さを足すと 761g です。本体の重さが 1595g なので約 47% が放熱材料の質量ということになります。ものすごい量の放熱の材料が使われています。見てきた通り、放熱についてはかなり頑張っているとは思うんですけども、それとも熱を逃がすのはここに書いているようにかなり難しいです。というのも、一般的な USB 充電器は熱源があって、ポッティング剤があって、外装になるといった放熱の経路です。なので、熱源から外に熱がよく伝わっていきます。一方で U グリーンの方はどうなるかというと、これまで分解して見てきた通り、熱源があって、ポッティング剤があると。そしてプラスチックがあって、その次にアルミの板があると。さらに熱伝導シートがこちらにあって、外装という風に熱の経路がなっています。このように熱抵抗となるものが多く、外に熱が逃げていきにくい構造となっています。さらにプラスチックとアルミ、熱伝導シートは完全に密着しているわけではなくて、隙間ができている箇所もありましたので、それが原因で熱抵抗はさらに高くなります。今回分解した USB 充電器は密閉タイプのものなので、どうしてもこういう構造になってしまうんでしょうね。このあたりは産業用電源との大きな違いです。ここからはさらに分解して内部の回路を見ていきます。大まかな構造を見ていくと、左側が入力で、右側が USB の出力です。こちらのメイン基板は、フィルター回路、整流回路、力率保証回路、絶縁型 DC-DC コンバーター、USB 基板です。基板は全部で4枚構成です。メインの基板、USB の基板、そしてパワー半導体が載っているような、こういう風な差し込みタイプの基板です。ここに2本ワイヤーが空中を飛んでいますが、これは2次側の Y キャパシターなどを1次側に接続するための配線です。裏側を見てみると、このように表面実装部品がたくさん並んでいます。回路を順番に見ていきます。まずはフィルター回路です。これはキャパシターとインダクターのフィルター回路ですね。定格電力が 500W と大きい分、外に漏れ出すノイズも大きくなる傾向にあります。なのでフィルター類も大きくなっています。この白い部品があるんですが、これはサーモスタットですね。これから見ていくんですけども、基板全体で温度管理を結構厳しくしている印象です。次は整流回路です。これはフィルター回路を通ってきた交流電圧を直流に変換する回路です。これですね。こちらの製品はブリッジダイオードは使わずに理想ダイオード回路をコントローラーと MOSFET で作っています。500W クラスの電源になるとダイオードを使うと損失が大きすぎますからね。ダイオードの順方向電圧ではなくて MOSFET のオン電圧にすることで電力損失を低減しています。こちらの基板の裏側を見てみるとこのようになっています。小さい金属片が表面実装されていますね。これは銅箔の電流容量を稼ぐという目的もありますが、この基板自体の放熱や蓄熱性を上げるために使われているものかと思います。実際ここら辺もシリコン樹脂で全部ポッティングされていましたからね。表面の半導体の位置を見てもらうと分かりやすいです。ちょうど半導体の位置に実装されていますね。
次は力率保証回路です。力率保証回路は小圧コンバーターの回路と同じです。実はこちらの製品、力率保証回路が2つ入っていて、同じものですね。交互に動かすインターリーブ制御をしています。500W クラスの回路なので、インダクターもさすがに大きいですね。変圧器が乗っかっていたところには熱の伝わりを良くするために露出した銅箔がありました。この辺りも全部熱伝導ポッティング剤が充填されていて、インダクターとプリント基板を熱結合しています。メイン基板の裏側に制御 IC とパワー半導体があります。パワー半導体についてはイノサイエンスのギャンヘムトと戦国製の SiC ショットキーバリアダイオードを使っています。それが2回路分あるのでかなり豪華にパワー半導体を使っている印象です。ノイズを減らすために使われていると思うんですけども、フェライトビーズがあります。よくわかっていないんですけども、アモビーズ的なものでしょうか。その後、絶縁型コンバーターに入っていくわけですけども、これは非対称ハーフブリッジ方式を使っているようです。それが2回路あります。よく見てみると、変圧器の温度をモニターするための温度センサーが2つあります。ここら辺も全部ポッティングされていて、熱結合されていました。パワー半導体はこちらの差し込み型の基板に2回路分実装されています。こんな感じですね。表面だけです。これも同じくイノサイエンス製のギャンパワー半導体です。やっぱりイノサイエンス結構強いですね。特に中国メーカーの電源で採用例かなり多くなっているんじゃないでしょうか。制御用のコントローラーはリッチテック製のコントローラーです。台湾のメディアテックのグループです。先ほど絶縁型コンバーターが2回路あると言いましたが、一つは 240W 出力の C1 専用に使われていて、もう一つは C2 から C5、そして A1 が共用する形で使われています。電力的にはそれぞれの回路がちょうど半分ずつ負担する形となっています。実際の使い方にもよるんですけども、こちらの上側のコンバーター C2 から C5、A1 で共用しているものの方が負荷率は高そうです。サーモグラフィー見てみるとよくわかるんですけども、この変圧器のあたりが一番発熱していました。そして最後、USB 基板を見ていきます。インダクターとか電解コンデンサー、多分高分子系か固体かと思うんですけども、これらはすべて C2 から C5、A1 で使われるものです。というのもメイン基板で 20V を作った後は、この USB 基板上で USB PD 用の電圧まで高圧するからです。その証拠に高圧コンバーター用の MOSFET が実装されています。USB 基板の裏側には PD コントローラーと高圧コンバーターのコントローラーが内蔵された iSmartWare の IC があります。C1 のコントローラーはどこにあるかというと、こちらのメイン基板側にあります。これはリッチテック製の PD コントローラーだそうです。C1 についてはこれしか使わない専用回路なので、USB 基板上で電圧変換をする必要がありません。ただ CC の信号を取ってくる必要はあるので、それ用のパターンはありますね。はい。というわけで今日は U グリーンの 500W USB 充電器を分解レビューしてきました。この充電器の一番の特徴としては、やっぱり単ポートで 240W 出力できることです。そして分解してみると、それを支える回路が丸分かりといった感じでした。最近の USB 充電器はどうやって熱を抑えるか放熱するかが課題になっています。今回の充電器ですと本体内部に熱伝導系のポッティング剤を充填して全体を熱結合、そしてその熱を外装を伝って外に逃がしていくというやり方でした。ただこれは大容量の密閉型スイッチング電源ですので、やっぱり熱を逃がすのは結構難しそうというのが分解していて分かりました。充電器質量の約半分を放熱材料が占めていることを考えても、やっぱり放熱が非常に難しかったのではないかと考えています。今日分解した充電器については概要欄に購入リンクがありますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残していってください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。